今回は、とにかくインペルダウン編の逆が面白すぎた読者の反応集をご紹介します。それではどうぞ。頂上戦争編とかいうとんでもない章の前座かと思ったけどここも相当面白い。それがは俺がインペルダウン編で一番好きなギャグ。アニメだとバギーが出てくるたび笑ったわ。アニメはアドリブも込みで笑う。アニメだとバギー自らお笑いコーナーの時間ですとか言っててマジで面白い。バギー玉を覚えてもらえなくて静かにしょげるバギーで笑った。あの顔ほんと味わい深いワンピで一番好きなコマまである。さんがフォローしてくれてて優しいなこいつ。ってなる。やっぱバギーが味方になった時の面白さが前面に出てるよなインペルダウン。バギーはこのまま海賊王になってほしい。ギャグも好きだけどかつて敵だったキャラが再登場して味方になる展開好きすぎた。黒子ボーイが一時的に味方になるのは熱すぎる。ミスター1とかあいつレベル4の囚人って相当悪いことしたんだな殺し屋っていうぐらいだし。立ち位置的に組織のナンバー2と能力者ってことでぶち込まれてそう。野心ダダ漏れのハンニャバルとマゼランのコント好き。だからこそハンニャバルのルフィへの単価やマゼランの俺の公認はお前しかおらんが入るんだ。全員ボケ倒してモモンが中将が突っ込むのほんと好き。これ本来ならすぐにエース護送してハンコックをマリンフォードに連れて行って、いつ来るかわからない白ひげに備えて戦支度するべき状況なんですよ。そんな状況でこのクソ茶番見せられて急いでいるんだ。で済ませるモモンガさんやっぱ大人だな。まあこの前段階でハンコックが戦争来る気ないの見え見えな上に部下全滅させられた上で、0と1は違うからここでずっと待ってるわ。やった人だし。テンポ良すぎで草モモンが中将その通りなんよ。ハンニャバルとマゼランのコントがめちゃ好きだからこそ俺の後釜はお前しかいない。でギャップ萌え。マゼランとハンニャバルは見ててまるでアニメカービィのデデデとエスカルゴンみたいだから面白い。こういう1コマの中でボケが複数あるやつ好き。わかるモモンが中将好き。ファンキーな髪型に反して真面目で苦労人なギャップがいい。ハンニャバル最初よくわからんギャグキャラなんかと思ったらしっかり正義のヒーローやった。ここもめちゃくちゃ笑った気持ちはわかる。ここマジで好き。ギャルディーノのノリの良さがルフィのエアを引き立てる。いやってそんなエアってアドリブ好き。解説中も、ってガチで覚えてないのが余計に哀愁漂う。バギーが口閉じてるコマってここ以外にあるんだろうか。ミホークにマギー玉跳ね返された時の顔。道家のバギーじゃなくてこの辺すっぽいから、逆に言えば本気で凹んだりしてる時ほど静かなんだなこいつ。お宝鑑定してる時やマギー玉調合してる時はすっげー静かな気がする。オダッチに強制で口閉じられた時。バギーはほんとおもろい。今思えばこの時のルフィのセリフ、バギーが気に留めなかったリタの囚人に聞かれてなくてよかったよな。そのツッコミで気づいたしこれお互い似た者同士ってコマだったんだな。5000万クラスがゴロゴロいるレベル3で囚人従えて暗部トロワさせてるボンちゃん好き。囚人たち瀕死なのにボンちゃんだけ生き生きしてるのも好き。これ好き。マゼランはルフィを任せたのとベノムデイモンのヤバさのイメージが先行して、ハンコックにブヒャーたまんねえ、したとこ見るたびにそういえばこんな人だったわ。ってなる。ルフィ、バギー、ミスター3、ボンちゃんのうるさい4人組がずっとコントしながら走り続けてるからな。そりゃ面白い。323は一緒にしてやるな。まあ323のツッコミありきでボケ倒すから面白いんだけどな。323のリーからサバギーとアドリブしてて楽しそうだった。竹馬のシーンとか息合いすぎなんだよな。アニオリだとどこからアドリブかわからんやつ。323一人だけツッコミサイドの常識人みたいな面してるけど、あの3ヘアの時点で十分ボケ要素秘めてるよ。ルフィと再会した時に思い出してもらおうと手で髪の毛立たせてアピールするの好き。その後の3って完全初対面でも言えるレベルの返しするルフィも好き。ルフィ側も和気あいあいしてるけどインペルダウン陣営もいい意味で来やすくて好き。監獄のくせに職場の人間関係がほのぼのしてる。無料公開で読み返したけど3への好感度割と高くて笑う。ルフィのごく稀に出てくる下手くそ敬語好き。リトルガーデンアラバスタでは好感持てる要素何一つなかったのにここまで巻き返すのすごいわ。平時ならもっと自慢げにしてたりするかもしれんが事態なんでんな場合じゃない323スコ。私の諦めは早いぞ。といい、ビビリで小物メンタルだけど対処は素早かったり、毒が回る前にドルドル解除。やっぱ個人での直接戦闘力がさほどじゃないだけでやり手だよなと。この後エース救出の鍵作ってくれるし好感度一人だけ天元突破してそうだよな。合鍵作る時のセリフも相まってさんに対しては友達みたいに感じてると思う。
このあたりはもうルフィの根の性格の優しさが関わってるんじゃないかな、理屈じゃねえみたいな。4人が脱獄コント繰り広げつつ一癖も二癖もある能力をフル活用して突き進むからこそ、真正面から能力でねじ伏せられるマゼランの腕増しでそれまでの空気が一変するのがいいんだ。バギー相手にはひたすら塩対応なルフィ好き。ルフィ、バギーに対しては初対面の印象最悪だからな。バギーは唯一ルフィの麦わら帽子を傷つけたキャラだからな。そりゃルフィにとっちゃ塩対応になるわってことしてるしなバギー。それは2年後もずっと一貫してて好き。塩対応言われるけど記憶よりバギー&さんへの好感度高かったわ。あいつアホだぞ。って認識ではあるけど嫌いかというとちょっと違うんよな。ルフィの対バギー感情はなんかこう、好きとか嫌いとかじゃなくて、塩、だ。バギーに対してはどちらかというとツッコミに回る成果初期じみた塩っ気がある。なんでこんな集中戦強いんだ草。バギーの東の海のやらかし考えたら絶対嫌いじゃなく、プラマイゼロの塩に戻ってるだけ良いんじゃないかと思っている。塩好感度だからこそバギーに素直なルフィの感謝や気遣いが刺さるんだろうし、逆にバギーはここから完全にルフィの親戚のおじさんになり始めた。ルフィはマジで嫌いな相手は完全にないものとして無視するか、ぶん殴って顔も見たくねえ、する。そんでもって多少あれなとこがあってもマイナスにいかない限りは気にしないでいつもの調子で接する。多分バギーは限りなくゼロに近いんだと思う。嫌いじゃないが好きでもない。無事だったらよかったなするしかりにダメでも残念だなぐらいの。シーザーよりは許されてる感あるのは元々の性格が合うからなんだろうか。世間的に見れば悪用しまくりなのはルフィも自覚してるところではある。シーザーはなんぼでも何重にもルフィが嫌いそうなことしまくりで、しかも本人はろくに信念とないと来てるんだから、許す要素がほぼないというか。子供を騙して命もて遊んだ奴と比べたらさすがに。バギーはこれで憧れのシャンクスと仲良いって言ったのもルフィの納得できないポイントなんだろ。頂上決戦のやりとり見てないからルフィ視点だとバギーがいい加減なこと言ってるだけだし。そうかルフィからするとあれがまだ妄言と捉えられてるのか。やっぱ面白いなこの二人。レイリーとかシャンクス見てるから、海賊王と同じ船にいたのにこれかみたいな感じでバギーの弱さや適当さが消せないところもありそう。2年前オールスターズだもんな。ほとんど面白海賊らしい悪党なバギー周りのおかげだと思うけども。一応バギーとシャンクスはロジャー海賊団の元クルーなのはレイリーからは聞いてたな。それでも仲が良いことは疑ってるんだろうけども。冒険に出たばっかりの頃はお前みたいな街壊す奴がシャンクスと同志とか言うな。って思うんだろうけど、今や自分も家族最優先で凶悪囚人たち解放した側だからなそれはそれとして納得できない部分はありそう。おでんの過去編来るまで同線だったもんなくらいに認識してた読者も多いんじゃないか。一応白ひげの1コマ回想はあったけどそれでもあそこまでニコイチで仲良しだったとは誰も思わなかったよ。あの仲の良さというよりシャンクスの好感度が結構高いことは、インペルダウンの囚人たちにも予想を超えていたようだ。ルフィたちのバギーへの態度との差もあって輝いて見えただろうな。お前や赤髪のまっすぐなところ嫌いって相手に言いながら、俺は卑怯でどうしようもない奴だからあんま信用すんなって心の中で泣いてるバギー本当面白い男。